こんにちは、ゾンビだゾンコです。大人気ゲームクリエイターインタビュー企画第3弾の今回は、配信でも大好評だったリポーズ。その制作者、アティラ様にじっくりお話をお伺いしてきました。貴重なお話がたくさん聞けたので、ぜひ最後まで見てね。本編の前にゲームの簡単な紹介をするよ。会社での仕事初日、主人公は酸素ボンベを回収することを命じられます。会社の名前も目的もわからないまま、モノクロの世界を進んでいきます。時には敵を倒すことも。このインタビューには物語の核心に触れる内容が含まれています。リプレイの方はぜひゲームをプレイしてから見てくださいね。今回は2カ国語でのインタビューということで、このチャンネルではおなじみのクリスティさんに通訳をお願いしました。いつも本当にありがとうございます。それでは本編行ってみよう。はい。では、まずこの度は、来ていただいてありがとうございます。Well, thank you too. I really appreciate the opportunity. いや、こちらこそありがとうございます。こんな機会をいただけるのすごく嬉しいです。いや、嬉しい。自己紹介をしたいと思います。まず私から、ゲーム大好き VTuber をやっております、ゾンビダーゾンコと申します。よろしくお願いします。Well, nice to meet you. I watched your playthrough repos and I really enjoyed it. いや、こちらこそリポーズをプレイしていただきありがとうございます。見ててすごく楽しかったです。見てくれてたんだ。すごい楽しかったです。Well, that was the goal, so. やっぱ楽しんでもらうっていうのが最終的なゴールなんで、もそれが楽しんでいただけたのが嬉しいです。ああ、嬉しい。ありがとうございます。では早速ですが、ゲームについて質問させていただきます。Go ahead. まずゲームを始めたプレイヤーが酸素ボンベの収集を目指すっていうところなんですけれども、集めても何も変わらないような、効果がないような風に見えてしまいます。そういった意味がないような行為をプレイヤーの目的として取り入れた理由についてお伺いしたいです。Right, so it's very intentional that it doesn't make any sense for you gameplay wise because it's trash. Like for an astronaut to collect used up oxygen tanks, it's really just trash. And that's what the company does. It collects trash. That's why you were hired. そもそも酸素ボンベを回収していくのって意味がない行為なんですよ。なるほど。で、なぜかっていうと、他の宇宙飛行士がもう使用した酸素ボンベってもう酸素がないじゃないですか。確かに。使用済みでもうそれはゴミだっていうことで、で会社の目的としてはゴミを集めることなんです。なるほど。Right. So yeah, it's kind of a joke by itself. Like it's even like collecting coins in a Mario game. But even then, it's like zero benefit. And it's very intentional because one thing it's funny, and it also it's intended to make you feel like that this job makes no sense. Yeah, that's basically it. そう、もともとなんかジョークとして入れてみたようなもので、例えば、マリオでコインを集めるとかってあるじゃないですか。でもそれもなんかあんまり理由ってないって感じてて、確かにね。マリオ以下にもうそれを集めては本当に何もないっていうちょっとジョークみたいな形で、で、この仕事をしてる中で、この仕事ってなんか意味ないっていう風に疑問を持たせるように入れたものです。いや、そうなんですよね。私もプレイしながらなんか、あれこれなんで集めてるんだろうなってずっと思ってて。Yeah, that's exactly why. Like you can ignore them if you want to. They don't affect anything in the gameplay. It's meant to be like a quote-unquote bullshit job. いや、本当にもうそれを集めてるっていうことに何の意味もなくってこの仕事自体がブルシットっていう何の意味もない仕事っていう感じをより伝えたくて作ったメカニズムです。なるほど。じゃあ集めたゴミをボスがどうにかするってわけでもないんですか？ Not really. I mean, at that point, on deeper levels of the facility, that's part of the company that you were not supposed to be there. So at that point, the company knows that you are useless, basically, as part of the AI, absorbing trash. Like the company is basically an AI. It doesn't think of people as people. It's only tools. So, and after the data tunnels, you are not supposed to have a gun and go deeper. So because you do, the company already knows that you're gonna leave eventually.
and they are like, yeah, go whatever. もともとこの会社自体が AI で、でその会社自体が AI であることで、そもそも自分がプレイヤーとして、会社にとっては本当に無意味な存在であって、そのゴミを持ってきても持ってこなくても、もうそもそも存在してること自体が無意味なので、あなたもゴミだし集めてるものもゴミであってなんでそもそもデータトンネルのところにたどり着くときに銃を持ってないはずなので、そこからより先に行けないはずなのにそれを生きてしまったっていうのが会社が理解するので、どうせ最深部まで来てどうでもいいし、でその後帰ってこっからいなくなるだろうっていう、本当にプレイヤー自体の無意味感というか無力感っていうところを描いてます。なるほど面白いなるほど、ありがとうございました。では次の質問いきますね。アーロンっていうキャラクターがいて、彼の名前がハンガリー語で調べると夢っていう意味があったんですけれども、他のキャラクターの名前にも意味があったりするんでしょうか？ Well, it's not actually true. Like in Hungarian, álom, the word dream is actually spelled a bit differently. So, but all of the names are basically, like very close versions of actual Hungarian names. Like, for example, Cynthia just exists in Hungarian as Cynthia. Aaron is Aaron. Freda is Freda. Like that. So they are basically just Hungarian names, but written in a way that it's readable for everybody else as well. It is, but there's a funny story. Somebody told me I think on Blue Sky, that the first image generating AI in the 70s, I think, maybe 90s, I'm not sure, was named Aaron. But that's a coincidence. I can pretend that it was intentional, but it wasn't. もともと意図があってハンガリー語で夢っていう風にしたわけではなくって、ただハンガリーにもある名前、例えばシンシアはシンシアっていう名前が実際にハンガリーのところにあって、そのフリーダもフレーダって言ったりだとか、本当に名前をつけてる時は何の意図もなかったんですけれども、ちょっと面白い話が一つあって、その初めて AI がデザインしたイメージっていうのがアーロンっていう名前だったそうなんですけれども、全く本当の偶然でそうなりました。面白い、めっちゃちょうどいい名前ですね。Yeah, it was a good coincidence. 本当に奇跡的な偶然でした。ゲーム内にもちょこちょこアーロンって文字が出てたとは思うんですけど、それには何か意図があるんですか？ Yes, that word actually means dream in Hungarian. So okay. It's very close to Aaron. Yeah, but it's an R, not an Al, not an L. Sorry. But the idea. Yeah, because at some point it's not obvious which parts of the game are dreams and which part of them are reality. その実は最後のシークエンスである ALOM のアロームは夢っていう意味なんです、ハンガリー語で。なるほど、おしゃれ。Yeah, I had this idea that I would incorporate more languages. Like there's a kanji that you can see at some points of the game. Yes, we noticed that. And there's the Hungarian word álom. And I just stopped, doing that because I realized that I don't speak that many languages. But yeah, the idea was that the internet exists in every language possible, so why not? もともとなんかいろんな国の言葉が好きで、だからそのゲーム内でもうつろっていう漢字があったり、でもやっていきたかったんだけれども、ちょっと自分があまりにも他の国の言葉を知らないなっていうことに気がついてしまってちょっとやめてしまったんですけれども、でもそういう形で意図的にうつろだとかアロム、夢っていうものを入れてみました。なるほど。ちょうど今回質問の中にも用意していて、漢字が採用されていたことにとても驚いていたんですけれども、そういう理由があったんですね。Yeah, it's sort of related to nihilism. That's a very consistent thing in the game. Like how all of this world is basically just trash and it's dead, and it just pretends to be like a functioning company. So yeah, that's why it's hollow or void. もともとこのゲームのテーマでニヒリズムって伝わりますか？わかります。そういう形で、そもそもこの国がゴミだったり、自分がいらない存在だったり、そういうところを
テーマにして、まあ、移ろうっていう感じを選びました。なるほど。いや、日本語のことはいつでもゾンビラに聞いてください。You probably can. Thank you. I don't think something. ありがとうございます。ありがとうございました。次の質問させていただきますね。ニヒリズムにも結構関係してくるかなっていう感じなんですが、最優秀従業員であるフリーダが実は AI になっていたというこの展開はあり得る未来だなというものを彷彿とさせます。このストーリーを通じて、AI と人間の関係であったり置き換えの可能性であったり、お持ちの考えをお伺いしたいです。Well, I'm mainly an artist, a visual artist, and for me, AI isn't technically useful because I actually enjoy drawing. Like, I enjoy the process. I don't want to replace that with an AI. But obviously, it's not as easy or not as black and white when it comes to, actual work and money. And yeah, the game has a very nihilistic take on, how much trash exists on the internet and in real life, digital and physical trash, and eventually the planet will be full of it. Like how half of the internet now is just AI generated stuff. 私はもともとアーティストで AI ってあまり自分の人生には楽にしてくれることとかあんまりなくって、そもそも一つの絵を作るっていうことのプロセスをすごく楽しんでるので、関わりがあるかっていうとそんなにないんですけれども、なるほど。でも今、このゲームでもそのゴミがいろんなところに散らばってるという意味で、今ネット上だとかもういろんなゴミが散らばってるっていう風に考えてるんですね。実際にあるゴミだとか、デジタル的なゴミだとか、AI で作られてるものが、そういうものにちょっと匹敵するなと考えてて、なるほどなるほど。なんでアーティストとしては何かを作るっていう過程を大事にしていきたいですね。ということはこの作っているゲーム作品自体がアートっていう風にお考えなんでしょうか？ Well, I like to think so. I do consider video games art. So Yeah, I do too personally. And yeah, so I guess we agree on that. So yeah, I guess technically you can say that this game is an art. Thank you. 個人的には自分のアートも作品に詰め込んできましたし、自分も AI 使って何か作ってるっていうわけでもないので、これはアートだと自分では思っています。いいですね。私このインタビューをしたり自分でゲームもいろいろ遊んでいく上で、この作品はゲームじゃなきゃいけないのかって考えることがよくあって、この作品自体がアートだって考えるとすごく納得感のある素敵な作品だなと思います。Well, thank you very much. And yeah, I guess this one did have to be a video game because I really enjoy doing drawings, but there's a limit to how much I can convey with them. It's not a limit to the art form, but I guess a personal limit of what I can achieve with drawings. And when somebody has to interact with your work, mechanically, that gives you an extra level of, things that you can express, like tension, horror, or relief, stuff like that. 自分のこの伝えたいことだとかを考えると、このゲームはちょっとゲームじゃなければいけなかったなと感じてますね。その絵とかよく描いてるんですけれども、やっぱり絵だけだとその表現できることとかが結構制限がかかってしまったりするので、やっぱりこうやっていろんな人に自分の作品を遊んでもらって、ちゃんと意図的にこう感じてほしいっていうのはゲームじゃないといけないかなと思って作りました。いやー素晴らしい。本当にゲームとして発表していただいてありがとうございますという感じですね。はい、では次の質問いきますね。ジョセフについて彼はすごく謎の多い人物の一人だなと思っているんですが、彼の、ゲーム内の数々の発言は主人公の身の回りで起きたことを見聞きしているかのようでした。彼は、死をリセットしてループするというこのゲームの仕組みを知っているのでしょうか？ Yeah, absolutely. Like, he knows basically everything. Like, he knows the big secret, Conan will. He just doesn't really care. Like, he just did a job he got. そうですね、ジョセフはもう全部知ってます嘘この世界のすべても会社のすべても、もう全部見えてます。なんかアーロンがジョセフはもうダメかもしれないみたいなこと言ってたのは関係あるんですか？ Well, it's more like, how Aaron tries to, escape his former team crew
And but he sees that Joseph just doesn't have, the intention, like he's content with the situation. So he was like, yeah, I'm not gonna force him. アーロンがジョセフを嫌ってる理由としては、アーロンはもう何が何でもここから抜け出して、ここから逃げ出すっていう脱出するっていうことを目的にしてるに対して、ジョセフはここから出たいという意思もなく、もうここで十分だみたいな形で居座ってしまってるっていうこの状況が全部腑に落ちてしまってるっていうのが嫌ってる理由ですね。なるほど。考え方が単に合わなかったっていうことなんですね。Yeah, exactly. But if you think of Cynthia, she's very different too, because she realizes that living is not exactly an option either. So it's like there's these three characters who have, well, technically four, because Freda is on a different mindset too. Like Joseph knows everything and says that it's okay, and Aaron doesn't know what's outside really. Like he died before reaching the end, but he was sure that whatever's outside is better than inside. And Cynthia, on the very end, reveals that she knows that going back to Earth is not much better either. What about Frida's mindset? Frida is more like, she doesn't like the company, but the trash bin is at least quiet and peaceful, and that's good after all the digital noise that's in the company. アーロンとしてはこの世界の外に何があるか知らないっていうマインドセットで、でも絶対ここよりも外にあるものがいいはずだっていう考えを持っていて、でシンシアは結構、そこの間のようなちょっと違うまた考えを持っていて、シンシアもここは好きではないけれどもここを出てくっていうのも一つの選択肢ではないっていうのを分かっていますね。やっぱり地球もここも、そんなに変わらないっていうところに迷っていて、でフリーダもまた別の考えを持ってて、会社は好きじゃないけれども、今いるデッドゾーンの中、その静かさがすごく心地いいものになってしまってて、やっぱり現場で働いたところがなんかデジタルの音声がいろいろ鳴っててずっと頭の中鳴り響いてるっていう形でやっと得られた静けさなので、今の状況に満足しているっていう形ですね。なるほど。いやリアルですね。なんか実際今いる人間たちが同じように外の星で働かされたみたいなことがあっても同じように脱出したい人とここもいいやってなる人が出てきそうですよね。Well, I tried, so glad it worked out. そのようにちょっと頑張ってたんでうまくいってよかったです。そうですよね。ニヒリズムをテーマにするってなるとやっぱりその辺のリアルな感情の動きが表現できるといいのかなって思ってても完璧だなと思いました。Yes, I didn't try to make everybody, just depressed. Like, I just try to think of it like how these people would think in this really weird situation. ニヒリズム的に、みんなをなんか鬱っぽくするんじゃなくて、ちゃんとリアルに現実にこういう問題に対面してる人をちょっと想像しながら作りました。いやめっちゃいいな。ありがとうございます。では次の質問に行きますね。エンディングの演出がとっても好きなんですけれどもちょっと難しかったので最後の、中央の四角いエリアだけに映されていた視界がパーッと開けてカラーになって鮮やかな地球が映し出されるっていうところがすごく印象的でした。で、最後0が4つ出てきてシュッと消えて1になるっていう演出がとっても意味深なんですけど難しかったのでこれのヒントを何かいただけないでしょうか。Yeah, absolutely. The game can be really cryptic sometimes. So basically there are three endings, but two of them are not the very end. And what I try to imply, how in binary 0 means nothing and 1 means, something. And that's our last hint. That the last one is that, hey, it's not over. And also
even the secret ending and this main ending ends with the beep that you get when you run out of energy. And that's because that's what you do. So when you die and you hear this beep, that means you have to restart and try again. And that kind of hints that there's something else still. 実は3つのエンディングがあって、でそのうちの2つが、本当の最後ではない。でこの0と1っていうのが、コードとかで使うバイナリっていうもので、0がオフで1がオンみたいな形ですね。でこの最後の1になることによって、まだ物語は終わってないっていうことを意味してます。なるほど。最初に見るエンディングですもんね。そうですそうです。でエネルギーが尽きてピーってなる時も、これもなんか01をちょっと意味してて、このピーが鳴ることによってもう一回やり直しっていうことを意味してます。面白い。めっちゃ鳥肌立った。Well, glad you like it. Some people don't like when it's so cryptic, but I like to leave stuff up to interpretation. あまりこういうまっすぐに表現しないこと、なんかちょっとパズルみたいなことを残すこと、ちょっと嫌う人も結構いるので、そういうとこ喜んでいただけるのは嬉しいです。いやもうね、説明しきらないおしゃれさっていうのがありますよね。Yeah, I try to leave it like that because it's kind of like a dream. Like you take away what you can. ちょっと意味深なメッセージを残していくのが夢っていうところで、目覚めても、その夢から何を現実に持って帰れるかっていうところをイメージしてメッセージを入れてます。なるほど。このゲームを通して自分がどう考えるかっていう考察をすること、もうそれ自体がこうなんていうかニヒリズムに対するアンサーだなって感じがして。Yeah, sort of. I just didn't want to hold people's hand, you know, even in the plot. ゲームのそのストーリーとかプロットとかに対しても、自分がそのプレイヤーの手をつないでこっちだよっていう風によいしょよいしょで伝えるっていうよりも、プレイヤーが自由に知りたいことを知れるっていう形にしたかったですね。ありがとうございました。それで言うとレベル5にあった0がいっぱい並んだ紙があったんですけど、あれもこの01を意味してて1がないみたいな、そういう意味だったりするんですかね。Yeah, that's something that there's nothing in it. Like you cannot decipher it or anything. It's just something that it probably was readable at some point in the story, but not anymore. 今になっては本当にもう何もないっていう感じの紙なんですけれども、シンシアたちが言ってたように、ここのレベルってデータがすごい豊富に溢れてたじゃないですか。ずっと昔にこのデータ何かを意味してたかもしれないけれども、今になってはもう読めないものになってしまったということです。誰かにとっては宝物だったのかもしれないし、誰かにとってはゴミなのかもしれないってことなんですね。Yeah, might be. I never thought about it. I only thought that, yeah, it's no longer readable. It was probably written by Aaron at some point. 僕も作ってる時にあんまり深くは考えてなかったんですけれども、ずっと昔に、アーロンが書いたものかもしれませんね。なるほど。ありがとうございます。では、ゲームだと最後の質問ですかね。ほとんどのセーブコードがランダムな数字の羅列なのかなっていう感じがするんですけど、レベル5のセーブコードだけ意味があるような言葉になっています。これは何か意味があるんでしょうか？ Well, I'll be honest, I didn't think that much about the save codes. Yes, that's kind of a hint. Because, you know, in Silent Hill Origins, there's a track on the soundtrack called Wrong is Right. And I was like, yeah, that sounds cool, why not? And I didn't think much about it, other than that. I thought it would be kind of creepy, but, you know, just kind of quirky as well. そもそもなんかセーブコードのことあんまり意味深で考えてたわけじゃないんですけれども、サイレントヒルオリジンっていうゲームの中で、Wrong is Rightっていう曲名があったので、半分面白み半分ちょっと怖そうな感じで入れてみました。そうなんだ、遊び心なんですね。Yeah, totally. There's not much more into that. そうですね、本当に遊び心みたいな感じで、それ以上の意味深な意味は特にないですいや、そういうの大好きです。ありがとうございます。では次、制作者様についての深掘りをしていきたいなと思います。 Go ahead. まずは特にお気に入りのキャラクターはいますか？ That's a good question. いい質問ですね。でもシンシアかもしれませんね。One interesting detail is that I named it after my girlfriend.
That's so sweet. そのシンシアっていう名前ってもともと自分の彼女の名前なんですよ。あらあらいい話ですね。Yeah, so there's a personal reason why I like her the most. まあそういうまあ個人的な理由でシンシアが一番好きです。なんか似てるところがあるんですか、キャラクターのシンシアと。Not at all. Like the characters are all fictional. Fictional, yeah. いや It's only the 全 name that matches. くないです。キャラクターは全部もう本当に空想のものなので、なるほど誰かをモデルにしたっていうわけではないです。なるほど、ありがとうございます。では次ですね。作中に紅茶っていうものが出てきますが、好きな紅茶はあったりしますか？ That's also a good question because I drink like 5 cups of tea daily. いやそれってとってもいい質問ですね。いややった僕も1日で5杯ぐらい飲むんですよ、お茶。すごい。But the character in the game is probably drinking black tea. でもゲームの中のキャラクターは多分普通の紅茶を飲んでると思います。So my favorite is probably a green gunpowder tea. So there's a sort of tea which is green and it looks like the stuff that you put in the guns, in really old guns. And it's called the same because it looks like gunpowder. いやーちょっと日本にあるかわかんないんですけれども、アメリカでは緑茶の一つでガンパウダーティーっていうのがあるんですね。銃に使う粉のお茶っていうのがあって、日本ないですよね。聞いたことないな。ちょっと今調べてみてもいいですか？もちろんです。いや、見たことないですね。もともとは中国のお茶らしいです。緑茶なんですね。そうですそうです。Yeah, it's really good. It calms you down really well. なんか落ち着く作用があっていいです。ちょっと探して買ってみます。Okay, you should. I love it. いや本当に好きなんでおすすめです。そうなんですね。ありがとうございます。でもティーポットで入れるもんなんですか、あれって。So what I do is we have these little bags, which is like a tea bag, but it's empty. And you can put as much tea in it as you want and just tie it up and drop it in a... お茶のティーパックに包んで入れて、アメリカなんか紙っぽいものがあるんですけれども、そこにお茶を入れてで結んで、でお湯に入れるっていう形です。なるほど。日本で緑茶飲むって言うと急須のイメージなんで、ちょっとイメージと違いましたね。Yeah, I imagine that's probably better. I have this really bad habit of trying to make things as quick as possible, especially when I especially when I sleep like 4 hours and I have to go to work and then have a quick tea. So it's not the best, but it's the quickest. 自分の悪い癖なんですけど、本当にできるだけ早い方法でお茶作っちゃうっていう癖があるんで毎日4時間ぐらいしか寝てなくって、でそれで仕事に行くっていう形なので、もう何でもいいから早くお茶を作るっていう癖が身についてしまいました。そうだったんですね。そんなお忙しい中インタビューに協力していただいてありがとうございます。Yeah, absolutely. I mean, I'm not wasting my time on sleeping, so why not? 睡眠に時間をかけてるわけじゃないんで、まあ別にいつでもいいですよ。できればたっぷり寝ていただけたらと思います。But just for you, I will try. まあ頑張っています。出して終わりました。はい。では、次の質問いきますね。いろんな作品をちょっと拝見させていただいたんですが、作品を通して色の数が少ないような表現が多いです。意識していることなどがあれば教えてください。Well, the first thing is a technical one. When I started working on this game, I only had a really cheap laptop and the color display was terrible. So only black and white was what I could reliably work on and not screw up the colors. もともとこのゲームを作り始める時に、自分のパソコンが本当にもう安いパソコンで、もう色もすごいひどいっていう状態だったので、それだったらなんか自分のパソコンで変な色を表示して作るよりも、もう白黒で作った方が確実にいいものが作れると思って白黒になりました。そういうことなんだ。わあ、いやでも結構すごいおしゃれな作品になってますね。Well, thank you. Well, that was the initial reason, but obviously later I upgraded to an actual desktop PC. But I really enjoy doing that because even if I draw something on paper, I always tend to do black and white only. 作品を
初作り始めた時は安いパソコンでいろんな色とか使えないっていうところだったんですけれども、でもその後にデスクトップ PC ちゃんといいものを買ったんですけれども、でもやっぱり紙とか使って絵を描くことが多いんですけれども、白黒で描くのが一番自分にとってしっくりきて、最終的に自分の安いパソコンが理由であっても、白黒にしてよかったなって思ってます。わあ、いいですね。この白黒のビジュアルに惹かれてちょっと興味を持ったので、本当に良かったなと思います。Well, thank you. Glad you like it. はい、ありがとうございます。ではですね、最後になりますが、次回作を制作中とのことですが、ゲームの内容やテーマなどをお聞きしたいんですが、あとせっかくなんで白黒かどうかも教えていただきたいです。Alright, so Metaxia is, yeah, that's the new game I started working on recently. It's gonna be, well, it's more like black and blue, so it's still not colorful, but I really like the color blue, so I wanted a game that's entirely blue. Kind of like Out of the Blue, but Yeah, even more that so. was beautiful. I loved it. Thank you. And it's gonna be in many ways similar. Story-wise, it's gonna be set in a huge hole, world that was destroyed by some wars in the past. Mm-hmm. And you will have to dig deeper to see what actually happened. And one idea I'm having is that, the word Metaxia as a name, but it's also, there are these sea snails that have this very spirally, shell. That's actually called Metaxia. And I think the hole is shaped like that. 新しいゲームメタクシアは白黒ではないんですけれども青黒になります。おしゃれ。最初のアウト・オブ・ザ・ブルーっていうゲームでもちょっと青を使用していったので、もともと青がすごく好きなので、その2つの色を組み合わせてゲームを作成していきます。ストーリー的には結構似ているとこがあるんですけれども、壊された世界とかっていうテーマをちょっと辿っていくんですけれども、でもリポーズよりかは大きい世界で、ここに起きた真相にたどり着くために結構掘っていかないとそれは見つからないという形になりますね。楽しそう。でこのメタクシアっていう名前って、実は海の中にいるカタツムリ、青いすごい光るような甲羅をしたカタツムリで、穴の形がそのカタツムリの甲羅の形に似てることによってメタクシアって名付けました。おしゃれ、楽しみです。Well, I'm not sure when it will come out, but I will be active in social media. ちょっと自分でもいつそのゲームが出来上がるかわからないんですけれどSNS の方でいろいろ更新していきます。いや、もうのんびり待ちますのでね、お茶飲みながら頑張ってください。Well, I really appreciate that. Thank you. ありがとうございます。すごく嬉しいです。はい、では、当初予定していた質問がすべて終わりました。ありがとうございました。Well, thank you too. I had a great time. ありがとうございました。とても楽しかったであす。りがとうございます。最後にお話、まだこれ話し足りてないなとか言いたかったなってことがあればぜひお願いしたいんですけれども。I think I said enough while, also keeping stuff up to interpretation, which is something that, I like to do. So yeah, I am satisfied. 自分でもいろいろ語ってきたと思いますし、自分のゲームでそういうなんか意味深なこととか残すのも結構好きなので、自分から何かネタバレするようなことはちょっとしたくないかな。でも、こういう風にいろいろ喋ることができてとっても楽しかったですし、嬉しかったです。よかったです。本当にご協力いただいてありがとうございました。Well, don't mention it. Thank you too for the opportunity. こちらこそ機会をいただきありがとうございます。日本の、ゲームファンたちにこのゲームの良さをもっともっと伝えるためにこのインタビュー生かしていきますのでよろしくお願いいたします。Well, that's very nice of you. Thank you. それはすごくなんか優しくて嬉しいです。ありがとうございます。はい、では、本当にこれで終わりにしたいと思います。この度は本当にありがとうございました。Thank you too. Thank you. 改めまして、今回インタビューに協力していただいたアティラ様とゲームをご紹介。アティラ様はハンガリー在住のビジュアルアーティスト兼ゲーム制作者。リポーズはニヒリズムをテーマに会社に所属するそれぞれの価値観を描いた作品。自分が主人公だったらどうしていただろうかと考察することでこのゲームをより楽しめるかも。独特な操作感とドットのビジュアル、音楽は自分でプレイすると没入感も倍増。ぜひ紅茶を飲みながらプレイしてみてね。ゲームのリンクとアティラ様の各種 SNS は概要欄から確認してね。インタビューの内容はゾンビダゾンコのブログで公開中。ちょっとした裏話もあるので概要欄からそっちも見てみてね。
ということで、今回のインタビューはいかがでしたでしょうか？ゲームに込められている愛をまた一つお伝えできたでしょうか？これからもゲームを通してたくさん愛を伝えていきたいと考えているので、チャンネル登録や高評価をぜひよろしくお願いします。この作品を取り上げてほしいなどリクエストがあったらぜひコメントで教えてね。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ、お疲れさーん。